おはようございます。三日坊主の僕が朝活の習慣化に挑戦中です。気合は捨てました。でも今のところ続いている。これがいつまで持つのか自分でもわからない。習慣にしようとあがく3日間。今週も続くかな。1日目、昔はこの瞬間、二度寝の悪魔と壮絶な朝の殴り合いをしていました。朝活の本を5冊買って読んだのは0冊。よく眠れる枕も、意識の高いルーティーン動画も一通り試して、おかげでアラームを5個セットする技術だけは一流になったけど、肝心の起きる技術は据え置きでした。それが今は割とすんなり起きられる。理由は拍子抜けするほど地味で、やる気が出るまで待つのをやめたんです。朝、やる気なんて 1mg も湧いてこない。今この瞬間もゼロです。でも待っていたら一生始まらない。だから何も考えず、コーヒーを入れてとりあえず座る。不思議なもんで画面が光ると手が勝手に動き出す。目標もなくぐるぐるしている凡人ですけど、気合に頼らない。それが続いている理由な気がします。ということで本日も仕事頑張ります。仕事を終えて帰宅。朝あんなに偉そうなことを言っておいて、昼はしっかり眠かったです。だって人間だもの。今日の夕飯はハヤシライス。疲れて帰った日ってどうしてこんなに茶色い食べ物が正義に見えるんでしょうね。玉ねぎを炒めて肉を入れてルーを溶かしてご飯にかける。料理と呼ぶには少し気が引けるけど、味だけは市販のルーが約束してくれる。だけです。うまっ。一口食べて、はい、今日の疲れ、成仏。茶色い飯には人を癒す力がある。この説、僕は本気で推していきたい。皆さんの疲れた日にこれだけは食べたくなる飯、あればコメントで教えてください。飯を食べたら夜活。朝も机、夜も机。我ながらよく飽きないなと思います。でもこれ、朝のとりあえず座るを夜にもう一回やってるだけなんですよ。やる気で動くんじゃなくて、時間が来たら体を運ぶ。それだけ。考えないのがコツです。人間考えると必ずサボるための言い訳を天才的に見つけてくるので、なんか今日ちょっと充電残り 20% だから、やめとくか。恐ろしく早い言い訳。俺でなきゃできないね。いやー、なんとも褒められたものではないですね。話が脱線してしまいましたが、夜はだいたい動画の続きの編集して少し勉強して寝る。派手さはゼロ。でもこの地味な反復が多分一番効いている。1日目終了。おやすみなさい。2日目、今朝もやる気はマイナスからのスタートです。でも続けるためにもう一個やっていることがあります。ハードルをとことん下げること。昔の僕は朝活するなら2時間めっちゃやるぞーと意気込んでいました。で、案の定続かない。今は最悪5分でいいにしてます。5分ならできる。やらない理由が消える。で、5分だけやるつもりが気づいたら30分やってる。人間始まるまでが一番重いだけなんですよね。エンジンさえかかれば、あとは勝手に進む。だからエンジンをかけることだけに集中する。あと、地味に一番効いてるのが前の夜の準備です。寝る前に机の上だけ片付けて、コーヒーの豆をセットして、朝に開くファイルまで出しておく。朝の自分に面倒を一個も残さない。朝の自分って行動力があり以下なので、判断を一個させるだけでサボる。行動を一個させるだけでサボる。だから夜のうちに朝の自分の仕事をこっそり奪っておく。未来の自分をそこまで信じない。これも続けるための立派なコツだと思っています。要するに続けたいなら意志を鍛えるより意志がいらない状態を先に作る方が多分早い。最近になってやっとそれに気づきました。今から仕事頑張りたいと思います。はい。頑張るぞ。帰宅しました。日本人の命。それは白米。今日は白米の冷凍ストックが切れる日。早速炊いていきましょう。昨日ハヤシライスで茶色を取りすぎたので、今日は罪滅ぼしのサラダです。野菜を茹でる予定でしたが、めんどくさがりの私が拒絶反応を示しました。レンチンで蒸す作戦に急遽変更です。完成したら野菜をさらに盛る。以上。緑を食べているというだけで、なんだか自分が丁寧な人間になった気がする。完全な錯覚ですけど。健康的なことを一つすると、それだけでその日一日勝った気になれる。世界一安い勝利です。意外と自己肯定感を支えている気もするので、バカにはできない。夜活開始。正直こんな地味な生活を毎週移して意味あるんかなと思う夜もあります。私は成功者でもないし、偉そうに何かを教えれる人間でもない。ただそのあたりによくいる凡人なので、でもだからこそかもしれない。こんな冴えないやつでも今日もなんとか机に向かってる。それを見て、まあ自分もぼちぼちやるかって思ってもらえたり、毎日の同じような繰り返しになんとなく安心してもらえたり、教えるとか引っ張るとかそんな大層なもんじゃなくて、隣で一緒にダラダラ生きてる。そのくらいの緩い距離感がうちのチャンネルにはちょうどいい気がしてます。パピコ食いて。夜活の後は寝る前にスキンケア。
成分とか正直よく分かってません。いいって言われたやつを順番に塗ってるだけです。ブライトグリーンの化粧水をバッシャバッシャ塗ります。あとは美容液、クリームを順番に塗りたくる。これ地味に毎週続けてるんですけど、これはもう習慣ですね。動画を投稿し始めてからずっとやってるおかげで何も考えずに体が動いてしまうようになりました。肌が変わったのかはよくわからん。でもこれは悪くない習慣だと思います。2日目終了。おやすみなさい。おはようございます。3日目。今日は在宅勤務です。在宅の日は仕事が始まる前に洗濯を回しておきます。通勤がない分、その時間をまるっと家事に回せる。これが地味に本当にありがたい。電車に揺られる代わりに洗濯物が片付いていく。悪くない朝です。で、洗濯機に働いてもらっている間に、こっちは朝活。金曜の朝って1週間で一番気力が底をついている日なんですよ。もう今週十分頑張ったやんって心の中の誰かがしきりにつぶやいてくる。でも今日も気づいたら普通に机に向かってました。そこでふと思ったんですけど、もうこれ気合でやることじゃなくなってきているのかもしれません。歯磨きと一緒でやらないと逆にちょっと気持ち悪い。これが習慣化の入り口なのかは正直まだわからないですけど、気合で始めたものは気合が切れたら終わる。でも仕組み続けてるものは少しずつやらない方が違和感になってきてる気がする。昔二度寝の悪魔に毎朝負けてた僕からしたら、週末前のヘトヘトの朝に勝手に机へ向かっている時点でもうこれは次元です。じっちゃんの名にかけて解かないといけないかもしれませんけど、時間が来てしまいました。今から仕事頑張っていきたいと思います。仕事を終えたら気になっていたゲームの大会をちょっと観戦。日本チームを応援したところでそのまま夜活モードへ。本当は仕事終わりすぐに机に向かうべきなんですけど、日本チームが戦ってたらそりゃ応援しちゃいますよね。日本人ですから。こういう寄り道も込みで金曜の夜って感じがして僕は結構好きです。まあ寄り道をしても最後は机に向かう。そこだけはいつも通り。振り返るとこの3日間、特別なことは何一つしてません。やる気を持たず、ハードルを下げて、とりあえず座る。本当にそれだけ。でもそれだけを続けていたら、朝が少しずつ変わってきた気がする。劇的な変化じゃない。人生が激変したわけでもない。それが今は金曜のヘトヘトの夜でも気づいたら机に向かっている。半年後、これがちゃんと習慣になっているのか、それともまた三日坊主に戻っているのか、それは自分でもまだわかりません。でもそのわからなさも込みでなんだか面白いなと思っています。継続できなかった自分がちょっとずつ継続できる自分に近づいている。まだ油断はできないですけど、それでもこれはこれで私にとっては結構大きい一歩なんです。そんな地味な自分に今日はご褒美をあげようと思います。焼肉です。続けた人間には肉を焼く資格がある。今この場で勝手に制定させていただきました。肉が焼けるあの音、ジューっていうあれ聞くたびに、ああ生きててよかったなと本気で思う。カルビ、ハラミ、タン、焼けた肉から家を送り込んでいきます。努力の成果ってつい点数とか肩書きとか分かりやすいもので測られがちだけど、三日坊主だった自分が今日もちゃんと起きられた。本当はそれだけでこの肉を食う資格は十分すぎるほどある。隣の誰かが何かを成し遂げていようが正直関係ない。今日の自分が昨日の自分よりほんの少しだけマシ。焼肉はその小さな価値を祝うのにちょうどいいんです。そう思いながら食う肉はいつもの3割増しでうまいです。大満足で帰ってきたらもう一つお楽しみが待っていました。おばあちゃんが送ってくれたメロンです。いや、こんなテッカテカに輝いたメロン食べるのいつぶりだろうか。一口食べると甘い、うますぎる。メロンって控えめに言って、神。そして4日目、ここからはちょっとした番外編です。土曜日、平日みっちり机に向かった分、週末くらいは好きなことだけをする。今日はずっと食べてみたかったものを食べに行きます。魚介濃厚つけ麺。関東に住んでいた頃はしょっちゅう食べてたんですよ。あれ僕めちゃくちゃ好きで、なんというか脳みそが破壊される系のうまさがある。関西に来てからすっかり食べる機会がなくなったなぁと思っていたら、大阪駅にあるよと彼女が教えてくれまして、これはもう行くしかない。で、着いてみたらなんと改札の中にあるお店でした。わざわざ入場券を買って列に並びます。20分以内なら券なしでも行けるらしいんですが、並んでいたので念のため購入。石橋は爆破して飛行機で渡るタイプです。お店は麺や武井。何でも僕の大好きな中華そば、富田の創業者が作ったブランドらしくて、味のベースがすごく似てるんですよ。富田大好きなので、どっか懐かしい気持ちになりながらすすります。この濃厚なスープに太麺をぐいっとつけて、はい、脳みそは破壊されました。うますぎます。
ラーメンを吸いながら今週を振り返ってました。朝活を習慣にしようとあがいた3日間、そして週末のちょっとしたご褒美。今週もなんとか続きました。でも来週も続くかは正直わかりません。3日坊主の前科はニューガンダムくらい伊達じゃないので、このまま習慣になるのか、またいつもの3日坊主に戻るのか、それは来週の自分に聞いてみないとわからない。まあ多分証拠りもなく机に向かってるとは思いますけど、このチャンネルは誰かに何か教えるような立派なもんじゃありません。ただ意志の弱い凡人がぼちぼちあがいてるだけの動画です。続くか崩れるか、よかったら来週も一緒に見届けてください。それではまた来週日曜17時にお会いしましょう。おやすみなさい。